ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、ディズニーが制作する実写版、モアナと伝説の海のリメイク版の話題についてよ。現在、最新の興行収入予測で、同社が誇る最も価値の高い現代フランチャイズの一つに対する期待値が大幅に低下したことが明らかになって、新たな疑問に直面しているの。モアナの実写版リメイク？モアナって言うたら、あの南の海を舞台に女の子が冒険するディズニーの超人気アニメやんね。こないだ、アニメの続編のモアナと伝説の海2が映画館で大ヒットしたってニュースで見たばっかりばい。そんな絶好調なはずの作品が実写になった途端に期待値が下がって大ピンチって一体何ばしとっと？ディズニーさん、また実写化でやらかしそうになっとるってこと？ニュースの表面だけ見とったら、実写版も大ヒット間違いなしで雰囲気を出しとるように見えたけど、裏ではそんな不穏な空気が流れとるんやね。この問題は、これからのディズニーの映画ビジネス全体を大きく揺るがすような、本当に深刻な事態になっているの。今日は実写版、モアナと伝説の海の興行収入予測が、なぜここまで大きく落ち込んでしまっているのか、そしてディズニーが短期間でフランチャイズに過大な要求をしているリメイク戦略の罠について徹底的に解説していくよ。あのモアナですら大ヒット確定やないなんて、ハリウッドの映画ビジネスって本当に底が知れんばい。うち、映画の難しい数字とか、売上の計算とかは、あんまり詳しくわからんけど、あの天下のディズニーが、莫大なお金をかけて作った超大作が、公開前からガタガタ震えて、大爆死の危機に怯えとる話なら、めちゃくちゃ興味が湧いてきたばい。すみれ、初見の人にもわかりやすいように、その裏事情を詳しく教えてちょうだい。それじゃあ、順番に細かく見ていくよ。まずね、この実写版、モアナと伝説の海は、紙面上では、つまり、事前の計画の段階では、ディズニーにとって、最も確実なヒット作の一つに見えていたの。これまでの実績を考えれば、絶対に失敗するはずがない、超安全牌のプロジェクトのはずだったんだよ。せやろ？だって、モアナって、子供から大人まで、みんな大好きなキャラクターやん。アニメ版があんだけ世界中で受けたんやから、実写化すれば、そりゃあみんな見に行くに決まっとるって、普通なら思うばい。そうなの。オリジナルアニメーション映画、モアナと伝説の海は2016年に公開されたんだけど、その後の劇場公開だけでなく、動画配信サービスのディズニープラスでの長年にわたる爆発的な人気を通じて、世界中で本当に大きな話題を呼んだ作品だったの。さらに言えば、さっき葵が言っていたアニメの続編である、モアナと伝説の海2は、なんと、全世界興行収入が10億ドルを突破するという快挙を成し遂げているの。これはディズニーの近年の大ヒット作の一つとして数えられていて、モアナというキャラクターへの観客の関心が現在でも非常に高い位置にあることを完璧に証明していたんだよ。全世界で10億ドル突破とかとんでもない化け物数字やん。そんな超人気キャラクターをそのまま使って、しかもムキムキで大人気のドウェイン・ジョンソン、ザ・ロック様がアニメと同じマウイ役でそのまま実写でも出演するっちゃろ？そんなの、どう考えても大ヒットの鉄板コースやん。なんで、それがうまくいかんと？それがね、そのドウェイン・ジョンソンがマウイ役を演じる実写版リメイクは、現在の全く異なる映画興行状況に直面しているようで、プロの業界アナリストたちは、公開を前にして、その期待値をどんどん下げてしまっているの。ほんの数週間前、映画業界の動向を追跡しているメディアのザットパークプレイスは、実写版、モアナと伝説の海の初期の興行収入予測が、専門家の間で大きく分かれていると報じたんだよ。予測が分かれとる？絶対売れるっていう人と、いや、怪しいぞっていう人がおったってこと？そうなの。まず、アメリカの興行収入予測機関であるグローバルボックスオフィスは、本作の国内、つまり北米での公開初週末の興行収入が5000万ドルから7000万ドルになると予測したの。だけど、これってディズニーの最も有名な現代アニメーション映画の一つをリメイクした作品としては、驚くほど控えめで寂しいスタートの数字なんだよ。5000万ドルから7000万ドルって日本円にしたら70億円から100億円くらいでしょ？それってすごそうに見えるけど、ディズニーの超大作としてはしょぼすぎるってことたいね。その通り。しかも、恐ろしいことに、その悲観的な予測は、その後もほぼ変わっていなくて、グローバルボックスオフィスは、現在でも、引き続き、その低い範囲でのオープニング興行収入を予測し続けているの。さらに、具体的なデータによると、ドウェイン・ジョンソン主演の実写版、モアナと伝説の海は、チケットの前売り、つまり予約販売のペースが非常に悪くて、国内興行収入が
最低ラインの6000万ドルに達するかどうかすらも危ぶまれている状態なの。そして、海外市場に至っては、アメリカ国内よりも、さらに状況が悪いと言われているんだよ。海外は、もっと悲惨なことになっとると。アメリカでも、前売りが全然売れんで、6000万ドルすら怪しいのに、海外のお客さんからは、もっとそっぽを向かれとるなんて、おつやモードにも程があるばい。ロック様が、筋肉ムキムキでアピールしても、世界中のファンは、実写はいいかな、って冷めきっとるわけやね。そうなの。だから、当初は、もっと好調な、華々しいデビューを予想していた、他のアナリストたちの中からも、現在では、その期待値をずるずると下方修正する人が続出しているの。例えば、別の有名な予測サイトである、ボックスオフィスセオリーは、以前の予測では、実写版、モアナと伝説の海が、国内公開週末に、7500万ドルから9600万ドルの興行収入を上げるだろうと予測していたの。最初は、1億ドル近くいくでしょ、で、結構高めに予想されとったんやね。その以前の予測では、ディズニーが持つ圧倒的なブランド力やオリジナル映画の根強い人気、そして何よりドウェイン・ジョンソンがマウイ役でそのまま復帰することの話題性があれば、リメイク版は驚異的とまでは言えないにしても、はるかに大きな興行収入を記録する可能性があると示唆していたんだよ。だけど、そうした楽観的な期待は今や完全に変わってしまったの。プロの人たちも、ごめん、やっぱりそんなに売れんわ、で、慌てて電卓を叩き直して予想を下げたってことたいね。そのボックスオフィスセオリーの最新の予測によるとね、実写版、モアナと伝説の海の国内オープニング興行収入は、5700万ドルから7200万ドルの間にまで、開幕の数字が落ち込んでいて、最も正確だとされる具体的な予測値は、わずか6200万ドルになる見込みだというの。さらに、同メディアは映画館での上映期間全体で稼ぎ出す最終的な国内総収益を1億7100万ドルから2億1000万ドルと予測していて、具体的な最終予測値は1億9500万ドルとしているんだよ。最終的な総売上の予想が2億ドルを切るかもしれないと。それって前の予測と比べたらどれくらい下がっとると？なんと、前回の追跡調査の結果から一気に 23% もの減少を示しているの。これは映画会社からしたら本当に心臓が止まるような下方修正なんだよ。23% の大暴落。株価やったら大パニックで暴動が起きるレベル倍。でもさ、すみれ。うち、ちょっと抜けてるかもしれんけどさ、公開最初の週末だけで6200万ドル、日本円で90億円以上も稼げるなら、普通の映画会社からしたら大ヒットだ。万歳で大喜びする数字やないんと？なんで、ディズニーさんだけが、そんなに暗い顔して絶望しとると？その疑問は、初見の視聴者にとっても、すごく自然なことだよ。確かにね、多くの普通の映画スタジオにとって、公開週末の興行収入が6000万ドルを超えれば、それは、十分に喜ばしいことで大成功と言える数字なの。だけどね、数十億ドル規模の価値を持つ超巨大フランチャイズ作品を、ディズニーが莫大なお金をかけてリメイクするという超高額なプロジェクトとなると、話の前提となる期待値が全く異なってくるんだよ。なるほど。もともとかかっとるお金の桁が違いすぎるけん、普通のヒットレベルじゃ、かかった費用を全く回収できんくて大赤字になるってことたいね。まさにその通り。だから、モアナが直面している本当の最大の課題は、公開初週末の興行成績そのものではないかもしれないの。むしろ、この映画が劇場公開で最終的にいくら稼ぎ出さなければいけないのかという損益分岐点の金額の高さこそが最大の課題なんだよ。ここで、今回の実写版、モアナと伝説の海が抱えている、あまりにも巨額すぎる制作予算の闇について、核心に触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録とグッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。ディズニーは、今回の実写版、モアナと伝説の海の具体的な制作予算を、公式には一切明らかにしていないの。だけど、これまでにディズニーが作ってきた類似のリメイク作品の例から考えると、今回の作品にも目もくらむような莫大な投資が必要だったと簡単に推測されるんだよ。公式には隠しとるんやね。怪しいばい。過去の似たような実写化映画ってどれくらいお金がかかっとったと？例えばね、ディズニーが2017年に公開した実写版美女と野獣の制作費はおよそ1億6000万ドルだったと報じられているの。
これをインフレ、つまり物価の上昇を調整した現在、2026年時点の貨幣価値に換算すると、およそ2億1000万ドルから2億5000万ドルに相当する高額なものになるの。さらに、2016年にリメイクされたジャングルブックの制作費は約1億7500万ドルだったんだけど、これも現在の2026年の価値に換算すると、なんと約2億3000万ドルにまで膨れ上がるの。物価の上昇を合わせたら、昔の1億ドル台の映画も今作ろうとしたら2億ドル以上かかるってことたいね。そうなの。一方、2019年の実写映画、アラジンの制作費は1億8300万ドルだったと報じられているんだけど、これもインフレ調整をした同様の制作費を計算すると、2億2500万ドルから2億3000万ドル程度になると見込まれるの。つまり、これらと同じようなインフレ調整後の現代2026年の基準で同様の生産量、同じ規模のクオリティで対策を作ろうとすれば、およそ2億6000万ドルから2億7000万ドル程度の制作費がかかるのが当たり前の世界になっているんだよ。2億7000万ドルって、日本円に直したら400億円以上倍。映画1本の撮影にそんな国家予算みたいな金額使いよると、今回のモアナの物語を考えてみて。マウイがいろんな動物に変身するシーンや、まるで生きているかのように意志を持って動く海のエフェクト、魔法に満ちた南国の環境、そして複数のアニメキャラクターたちをリアルな実写映像で再現しなければいけないよね。これらをすべて最先端の CG で処理することを考えると、ディズニーの最新リメイク版の制作費が過去の作品と同じように、その高額な予算帯に落ち着いているとしても、何一つ不思議ではないんだよ。確かに、海が意志を持って動くとか、全部 CG やないと表現できんもんね。セットを組んで撮影するより、パソコンでゴリゴリに映像を作る方がお金がかかるって聞いたことあるばい。でもね、その巨額の制作予算ですら、問題のほんの一部に過ぎないの。ディズニーのような大作映画を世界中で公開するためには、世界規模の超大規模なマーケティングキャンペーン、つまり CM を流したり、ポスターを貼ったり、タイアップを組んだりするための宣伝費が絶対に必要になるの。その宣伝にかかる総費用だけで、制作費とは別に、さらに1億ドル以上が上乗せされて加算される場合があるんだよ。作るだけで400億円、宣伝するのにさらに150億円。合計で550億円以上倍。もう数字が大きすぎて頭がクラクラしてきた倍。じゃあ、それだけのお金をつぎ込んで作ったモアナが劇場公開で赤字を出さずに利益を出すためには、世界中で一体どれくらい稼がないかんと？もし、モアナの制作費がディズニーの他の CG を多用したリメイク作品と同程度だとすれば、劇場公開で利益を出すためには、全世界の興行収入で7億ドル前後が最低でも必要になる可能性があるの。世界で7億ドル？さっき、アメリカ国内の最初の週の予想がたったの6200万ドルって言いよったやん。最初の週に6000万ドルちょっとしか稼げん映画が最終的に世界で7億ドルまで届くわけないやん。スタートの時点でもう完全に積んどるばい。そうなの。全世界で7億ドルという高いハードルを考えると、国内でのオープニング興行収入6000万ドル台というのは本当に厳しくて絶望的なスタートと言わざるを得ないの。比較のために言うとね、ディズニーの過去の実写リメイク作品で最も大成功を収めたトップクラスの作品は、どれも公開直後の最初の週末から爆発的な人気を博してロケットスタートを決めていたの。大成功したやつって最初の週にどれくらい稼いんどったと？例えば、実写版美女と野獣は北米の最初の週末だけで1億7470万ドルのオープニング興行収入を叩き出して、最終的には全世界で12億ドル以上を稼ぎ出したの。さらに、ライオンキングに至っては、北米の初週だけで1億9170万ドルという驚異的な数字を記録して、最終的に全世界で16億ドルを突破したんだよ。初週で1億7000万ドルとか1億9000万ドルって、モアナの予想6200万ドルの3倍以上やん。それくらい最初からロケットスタートを決めとったからこそ、最終的に10億ドルを超える世界的大ヒットになったわけやね。そうなの。それらの大成功した映画は、劇場に人が押し寄せて、社会現象になるような一大イベントとなったんだけど、現在の悲惨な予測データを見ると、今回のモアナは、それほど爆発的な勢いはなくて、かなりゆっくりとしたペースでしか、興行収入を伸ばしていけない可能性があると指摘されているんだよ。ゆっくり伸ばすって言ったら、聞こえはいいけど、要するに、最初から最後まで、ずーっと地味な売り上げのまま、終わるかもしれないってことたいね。
でもさ、ディズニーさんって最近他の映画でもこんな感じにこけまくっとると？ここで最近のディズニーの映画ビジネスのリアルな現状についてネット上のユーザーたちからどんな反応や意見が出ているのかいくつか紹介するとね。最近のディズニーは本当に実写化ばかりで新しいアイデアが枯渇しているように見える。アニメ版のモアナは大好きだけど、わざわざ同じ内容の実写版を映画館まで見に行こうとは思わないかな。ザ・ロックのマウイはハマり役だと思うけど、白雪姫やリトル・マーメイドの失敗を見ているから、今回もポリコレ的な改変がないか心配。どうせ数ヶ月待てばディズニープラスで配信されるんだから、高いチケット代を払う必要性を感じないという風に、ディズニーのリメイク連発戦略に対して、ファンや観客からかなり冷ややかで厳しい声が上がっているの。ほら見ろ。みんな、うちらと同じように、もう実写化はお腹いっぱいばいて、うんざりしとるんよ。しかも、待てば配信で見られるって思われとる時点で、映画館に足を運ばせるための特別感が完全に消え去っとるちゃんね。自分で自分の首を絞めとるやん。もちろん、今回のモアナをめぐる懸念があるからといって、ディズニーに劇場で大成功を収める能力が完全になくなったというわけではないのよ。同社は現在でも複数の大手ブランドから好調な兆候を見出しているのも事実なの。例えばね、ピクサーの最新作であるトイストーリー5はすでに劇場で非常に好調な興行収入を上げていて、ピクサーの中で最も知名度の高いこのフランチャイズがスタジオにとって現在でも最も価値のある最高の資産の一つであり続けていることを証明しているの。さらに、ディズニーは実写版のリロ&スティッチでも大きな成功を収めていて、適切な作品選びと観客が求めているクオリティさえ満たせば、ファンはこうした実写リメイク版を喜んで受け入れるということもちゃんと証明しているんだよ。あ、トイストーリー5とかリロ&スティッチの実写はうまくいっとるんやね。じゃあ、何でもかんでも大爆死しとるわけやなくて、打率がめちゃくちゃ不安定になっとるってことたいね。こけた時の大失敗作って具体的に何があると？そこなの。スタジオは近年数々の本当に大きな失望も同時に経験しているの。最近の特にひどい例で言うと、スターウォーズのスピンオフ映画であるマンダロリアン&グローグーがスターウォーズ作品に伝統的に期待されるようなあの圧倒的な興行成績を上げることが全くできなかったの。この作品は映画スター・ウォーズ・スカイウォーカーの夜明け以来となるファンにとっては待望のフランチャイズ初の劇場公開作品だったのにもかかわらず、劇場で大苦戦を強いられて最終的には興行的に完全な大失敗に終わってしまったの。全世界での総興行収入は現在わずか3億3000万ドルという寂しい数字にとどまっているんだよ。あのスター・ウォーズの新作が世界でたったの3億ドルちょっと？作るのにも宣伝するのにも大金がかかっとる野郎に、それしか稼げんかったとか、歴史的な大赤字たいね。ジェダイの騎士も刀芝居。そうなの。だから、ディズニーの実写リメイク戦略そのものが、近年、ますます一貫性を欠くようになってきているの。リトル・マーメイドは、全世界で約5億7000万ドルの興行収入を上げたんだけど、その巨額すぎる制作費のせいで、この映画がディズニーにとって本当に必要な利益をもたらしたかどうかについて、業界内で未だに激しい議論を巻き起こしている状態なの。そして、極めつけは実写版の白雪姫だよ。レイチェル・ゼグラーが主演を務めたこの映画はディズニーの古典作品にありがちな観客の熱狂を全く巻き起こすことができなくて、同社最大のライブアクションリメイク作品の一つとして歴史的な失望を招く結果になってしまったの。全世界での総興行収入はなんとわずか2億570万ドルという信じられない低さにとどまって、ディズニーにとって完全な財政的破綻、大失敗作になってしまったんだよ。白雪姫で2億ドルちょっと？それはもう完全に会社に大損害を与えた先般レベルの数字倍。主演の女の子が公開前に余計なこと言って大炎上しとったのも知っとるけど、作品そのものもファンから完全に見捨てられたわけやね。こうやって並べて聞くと、最近のディズニーさん知名度があるから絶対に10億ドル売れるやろ。で天狗になりすぎばい。お客さんを舐めとったら痛い目を見るっていういい証拠たい。まさにその通りで、その厳しい現実が今回のモアナを非常に興味深くて危険な立場に置くことになっているの。ディズニーは今でも世界最大級のエンターテイメントフランチャイズをいくつも抱えている最高の会社だよ。だけど近年どれだけ世間の知名度が高い有名なキャラクターであっても、それだけで10億ドル規模の収益が自動的に保証されるわけではないということが完全に明らかになっているの。
だから、今回の実写版、モアナと伝説の海における最大の疑問は、観客が、モアナという作品を気に入るかどうか、ではないかもしれないの。だって、アニメ版や続編のヒットを見れば、観客が、モアナを明らかに大好きなのは、分かりきっていることだから。キャラクターはみんな大好き。なのに、なんで映画館にお客さんが来んと？何が本当の問題なん？本当の問題は、ディズニーがあまりにも短期間の間にこのフランチャイズに対して過大な要求をしすぎているのではないか、つまり一本の作品をこすりすぎているのではないかということなんだよ。こすりすぎ？ああ、同じキャラクターで短期間に何度も商売しようとしとるってことたいね。タイムラインを整理してみて。2016年にオリジナル初のアニメ映画が公開されて人気になったよね。その後、観客は、ついこの間の2024年に、アニメの続編である、モアナと伝説の海2を映画館で目にしたばかりなの。そして、そこからわずか2年しか経っていない、現在の2026年、ディズニーは、全く同じオリジナルストーリーを、今度は、実写版リメイクとして、もう一度劇場に登場させようとしているのよ。うわぁ。アニメの続編でモアナの新しい冒険を見たばっかりなのに、たった2年後に、はい、じゃあ今度は実写でもう一回最初のストーリーから見てねって言われとるわけや。そりゃあお客さんからしたら、いや、もうお腹いっぱいばい。ついこないだアニメで見たばっかりやんってなるに決まっとるやん。そうなの。これまでのディズニーの過去の実写リメイク作品、例えば、美女と野獣とか、ライオンキングとかは、何十年も前のアニメーションの名作を現代に蘇らせるものだったから、子供の頃に見た大人たちが、懐かしい、というノスタルジー、思い出を感じて、自分の子供を連れて、映画館に行くという流れができたの。だけど、今回の、モアナは、それらと違って、比較的新しい現代の作品なの。オリジナル版のアニメをリアルタイムで見て育った子供たちの多くは、今では、まだ大人になったばかりの若者で、自分の子供を連れて映画館に行くような世代には、まだ育っていないんだよ。ほんとそれたい。10年前にアニメを見た子供は、今、やっと、大学生とか20歳そこそこやろ？全然、懐かしい名作になっとらんやん。ディズニープラスを開けば、いつでも家で最高に綺麗なアニメ版が見られるのに、なんでわざわざ高いお金を払って、ザ・ロック様が実写でマウイをやっとる姿を映画館で見ないかんと。完全にタイミングを間違えとるばい。ディズニーさん、焦って集金しようとしすぎて、ファンに惹かれとることに気づいてなかとね。もちろんね、この実写版リメイクにも大きな利点や強みはあるのよ。ドウェイン・ジョンソンが演じる生身のマウイは、依然として非常に印象的でパワフルだし、劇中で流れる素晴らしい音楽も、世界中の多くの人に愛され続けているから、家族連れの観客が直前になって、大勢劇場に足を運ぶ可能性は、まだ十分に残されているの。だけど、今回発表された最新の興行収入予測データを見る限り、ディズニーのこの最新実写リメイク作品は、多くの人が期待していたような、あの10億ドルを超える超特大の大ヒット作にはならないかもしれない、というのが、プロの冷酷な見立てなの。むしろ、今回のモアナは、ディズニーが長年続けてきた過去の遺産を実写化するというリメイク戦略そのものが、かつてのような強力なパワーを今でも維持しているのかどうかを厳しく問いかける、次の大きな試金石、運命の分かれ道になる可能性が高いんだよ。知名度だけで商売する時代は、もう完全に終わったってことたいね。どれだけ有名なモアナであっても、お客さんの気持ちを無視して短期間に何度も擦り寄ったら、そりゃあ見放されるばい。ディズニーのお偉いさんたちも、この歴史的な下方修正の数字を見て、今頃ガタガタ震えながら公開日を待っとるんやろうね。奇跡の逆転があるのか、それとも、このまま予測通りに大爆死して、ハリウッドの伝説の黒歴史になるのか、逆にめちゃくちゃ楽しみになってきたばい。ということで、今日は実写版、モアナと伝説の海の最新の興行収入予測の大暴落と、ディズニーの実写リメイク戦略が直面している限界という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は、下のコメント欄で教えてね。もし、この動画が役に立ったと思ったら、高評価とベルマーク。チャンネル登録まだの方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。